さてこちらご覧いただきましょう。6000品目以上、何の数字かと言いますと、今年の1月から4月値上げが決定している飲料品、食料品なんですね。去年よりも多い数が値上げとなります。そうなりますと、なんとかこの家計の足しになるものはないかということで注目されているのがこちらなんですね。それがスキマバイト。文字通り隙間時間を利用したバイトなんです。これを利用する主婦の方も増えているそうで、例えばこういう例で A さん54歳主婦の場合ですけれども、3時間を7日間1ヶ月にこの隙間バイトで利用した場合、いくらぐらいの家計の足しになるかというと23,600円、かなり助かる、金額にはなりますよね。1日3時間でね、このように隙間を利用したバイト、隙間バイト、その実態を調べてきました。失礼いたします。先にこちら特選レバーの方になってます。こちらの方はちょっとした空き時間でアルバイト、2時間で2,800円に。はい、チーズ。こちらの方は転職までの隙間時間でイベントスタッフとして働いて1日6,768円。お休みの日にちょっと何か仕事したいなと思っていたところと、やってみたいお仕事が単発あると体験じゃないですけど入ってみやすいので、家事と家事の合間など日常の空いた時間で手軽に始められる隙間バイト。アプリも多数登場し、日本国内の登録者数は2019年末はおよそ330万人でしたが、昨年末には2,900万人を突破。随分伸びましたね。5年間で8倍以上も増えています。そこで今日は家事や仕事の合間の時間をお金に換える隙間バイトの実態に迫ります。まずはどんなものなのか、私佐藤が隙間バイトを初体験。いや、私これまでアルバイトといえば、ファーストフード店だったり、あとコールセンターなどで経験があるのですが、隙間バイトは初めてです。さあ、今回お世話になるのがこちらです。大通りにあるお昼から営業している居酒屋さんです。今回私が利用したのはアルバイト仲介アプリシェアフル。この日この時間だけ働きたいという働き手と、この日この時間だけ働いてほしいというお店や企業をつなぐサービスです。アプリに基本情報を登録すれば面接なし、履歴書なしで手軽に始められます。これが大きいんでしょうね。こんにちは。シェアフルから来ました佐藤かなんです。上田と申します。よろしくお願いいたします。ここで初対面。どうぞ奥ご案内いたします。はい、失礼します。お、すごい混んでます。奥で着替えていただいて、はい、よろしくお願いいたします。こちらですね。帽子とエプロンになりますので。わかりました。では早速着替えてきます。この日は午後2時から3時の洗い場スタッフのアルバイト。お店が募集した理由は、雪まつり期間でですね、大変混雑しておりまして、スタッフが、洗い物に取られてしまうと接客が足りなくなってしまいますので。そう、この日は雪まつり真っ只中なので、大通公園から近いこともあって、お昼を過ぎた時間でも店内は観光客で大にぎわいです。ありがとうございます。準備できました。はい、ありがとうございます。ではまずですね、名札作りますので、お名前の方ご記入お願いいたします。こちらですね。ちゃんと隙間バイトで来た人用の研修中の名札もあるんです。はい、ありがとうございます。こちらがキッチンとなります。はい、失礼します。はい、こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。今日こちらで洗い物をしていただきます。はい、結構ありますね。はい、じゃあ早速始めていきますね。はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よし。仕事はとても簡単です。食器を洗い、洗浄機に入れ、
乾いた食器を片付けるだけ。あ、それは多くのことですね。教わらなくてもできるっていうそうなんです。ね。すぐできます。このおちょこはこっちです。わからないことはレギュラーのアルバイトさんが優しく教えてくれます。バイト開始から30分経ちましたが、もうね、次から次へとどんどん洗い物が来ます。繁盛店だからね。もう取材中だということをすっかり忘れて洗い物を続けること1時間。時間頑張った。お疲れ様です。本日終了になります。もう1時間経1時間経ちました本日混みましてずっと洗い物だったと思いますが、いやもう逆に私これで大丈夫でしたか？もう大変助かりました。お手伝いできてましたか？できてました。ありがとうございます。よかったです。もう大変助かりました。いやもうなんかすごいいい気分転換になりましたありがとうございます。終わりました。いや1時間のお仕事でしたけれどもあっという間でした。途中本当に忙しくて次から次へと食器が来る、なくなることがないぐらい忙しかったんですけれども、シンプルな作業だったので私でも簡単にできましたし、ちょっとわからないことがあってもスタッフさん皆さん優しかったのでいろいろと教えていただきながらできました。いい気晴らしにもなりました。で今回私が体験したシェアフルは登録者数が850万人以上。一体どんな方が利用しているのでしょうか。10代から70代の方まで幅広い年齢層の方が利用しております。ジャンルに関してもその飲食、小売、あと物流などを中心にさまざまな業種で拡大中という形でございます。実は北海道を代表する観光地札幌羊ヶ丘展望台でも隙間バイトを募集しています。これまでホテルのレストランなどで7回隙間バイトをしてきた田中さん。この日は初めてのジャンルの仕事に申し込みました。今日はスノーパーク仕事しに来ました。現在羊ヶ丘展望台ではチューブ滑りや歩くスキーなどのアクティビティが楽しめるイベントが開催中。3月に転職をするまでの間で隙間バイトを利用している田中さんの働きぶりを覗いてみましょう。到着してすぐシェアフルのアプリで QR コードを読み取り、これで働いた時間が管理されます。時代ですね。改めまして2月7日調理始めます。皆さんおはようございます。おはようございます。で今日のポジションですが、5番の雪だるまでシェアフル田中さんですね。まずは事務所で朝礼を行い業務の確認。田中さんの仕事はお客さんが行う雪だるま作り体験のサポート業務です。のりがいっぱい、2つを合わせて丸を作るので、あまり少ないと空洞できちゃうので、実際には遊びに来たお客さんに作ってもらうんですが、しっかり説明できるようベテランのアルバイトさんに雪だるまの作り方を教わります。遊んでるようにも見えますが、オープン前にお手本としての雪だるまを作るのも大事な仕事です。早速1組目のお客さんです。詰めていただいたら合わせて、はい、どうぞ。あ、すごい。こちらにたくさんいろんなパーツご用意してますので、はい、1組目のお客さんからしっかりサポートすることができました。さらに海外からのお客さんにもプレス知っている英単語でなんとか乗り切ります。その後も雪だるま用の雪を補充したり、写真撮影のお手伝いをしたり、慣れてきたようで楽しそうに働いていますね。田中さんのような隙間バイトを雇うのには実はこんな理由があるんです。最近だと風邪が流行っていたので、急遽欠員が出た時にお願いして、シェアフルさんで埋まることが分かってからはある程度余裕を持って
大丈夫だよ、ちゃんと休んでねっていうのも結構言えるようになりましたし。田中さんの仕事ぶりを見て先輩アルバイトさんはすごく助かります。お客様ともすぐ打ち解けて丁寧に説明してくれてるので即戦力になってます。ありがとうございました。元気いっぱいだね。ありがとう。楽しかった。雪だるまの田中です。全部で82体ありました。はい、ありがとうございます。午後3時半、この日作られた雪だるまの数を数えてお仕事終了。QR コードを読み込んで申請をすれば交通費込みのバイト代6768円をすぐ振り込んでもらうこともできます。すぐなんですね。働いてみた感想は？で最初緊張してたんですけど終わってみたらすごい楽しかったなっていう感想で、お客様結構いらっしゃっていただいて上手に皆さん本当に可愛く作ってて、はい、楽しかったですまたぜひやってみたいです。はい、他にも札幌と札幌近郊の飲食に特化したフォーキングという地域限定の隙間バイトアプリもあるんです。スタートしたのが、コロナ禍でだんだんこう緩和されてきたタイミングで、平日はあんまりお客さん入らないんだけれども週末だけ予約が入ってただアルバイトさんいなくなっちゃったんですみたいなお声があったので、何か手助けできることがないかなというところで始めたアプリになってまして、やはり飲食に特化することで主婦の方であれば仕込みとかで、例えば普段包丁使ってるんで仕込みだったらできますよとか、昔居酒屋さんで働いてましたっていうもともと持ってるスキルっていうところを生かしていただけるようなアプリとなっております。昨年12月にオープンしたばかりの焼肉屋さんも隙間バイトに助けられています。うちのお店では、主にホールスタッフとドリンクと、あとはお客様が終わったお借りになったサインのバッシング作業をやってもらってます。求人を出してみて驚いたというのが、早ければもう10分もしないうちにもう何件も件数が入るので、もうその時本当びっくりするぐらいレスポンスが早いですね。この日隙間バイトで働くのは大学生の山城さん。学校や他のアルバイトの空き時間を使い働いています。事前にちょっと知ってもらいたいのが、うちで言うとこのまんまを見てもらうと分かるんですけど、席が横から1択2択ですね。メニューがビール、ハイボール、サワーですね。焼酎類、ソフトドリンクとありますんで、はい。お店のことを一通り教わったら開店準備。これまで飲食のお仕事ってなんかどれぐらいされてるとかあるんですか？だいたい大学2年か3年の時からやってたので2、3年とかはやってました。接客業がすごい好きで、それもあってフォーキングさんの方をご利用させていただいてました。午後5時半、オープンの時間です。失礼いたします。お待たせいたしました。ウーロン茶のお客様、失礼いたします。スタッフさんでいて、今来たお客さん、お二人夫婦にラインホルモンサービス味噌です。はい。真ん中から失礼いたします。こちらラインのホルモンサービスの味噌になっております。はい。失礼いたします。失礼します。こちらライス中2つになっております。もう初めてのお店とは思えない働きぶりですよね。これには店長も。本当に軽く説明しただけでもすぐその場で、現場に馴染んでくれるんで大変助かってます。山城さん。はい。もうそろそろお時間なんで。わかりました。終わりにしましょうか。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。この日は2時間で2800円。ただそれだけではありません。うちでちょっと働いていただいた特典で、
お食事券もありますので、よかったら使ってください。ありがとうございます。なんとお食事券もついてくるんです。お得ですよね。結局お店にも帰ってくる。私はすごい緊張してたんですけど、忙しいのだと結構接客するのがすごい好きなので、なんか楽しかったです逆に。家事や仕事、学業の合間時間を有効に使うことができ、雇う側は急な人手不足を補うことができる。このスキマバイトは新しい働き方として定着するかもしれません。いかがでしたでしょうか。いやだから昔みたいにお店の入り口にねアルバイト募集の張り紙見て、で面接の日決めて履歴書持ってみたいな、そういうことやってこうお店に属するっていうよりはもう本当に個人個人で空いた時間で好きにやって帰るっていうね、私みたいな人見知りなんかこう人間バイト先の人間関係もそんなに気にしなくていいのかなっていうのも本当に気軽に始められるんですよね。ライフスタイルや目的にも合いますよね。私も実際働いてみて、短い時間でもなんか愛着が湧きまして、お客さんとしてもちょっとまたお邪魔したいなって思いました。あとこういう仕事したいというのきっかけにもまた一個なるかもしれない。そうですね、いい経験になりました。